2025年7月1日、小惑星地球衝突最終警報システムによって謎の天体が太陽系に侵入しようとしていることが警告されました。これは人類が遭遇した3つ目の恒星間天体 3I アトラスと命名されます。しかし観測が進むにつれてこれまでの恒星間天体とは全く違う異常な数値が明らかになっていきました。今回は最新情報を踏まえて現在判明している 3I アトラスのすべてを実写画像とともに見ていきます。初めてその天体を見たのは地球近傍の小惑星を監視していたチリのアトラス望遠鏡です。発見当時、その天体は太陽から約6億7600万 km 離れた木星の軌道上にありました。発見した調査チームの名にちなんで、この天体は 3I アトラスと名付けられます。アルファベットの I は星間の I、インターステラーを表し、太陽系外から来たことを意味しています。頭文字が3なのは、発見された中で3つ目となる恒星間天体だからです。1つ目と2つ目の天体については後ほど触れるとして、なぜ 3I アトラスが太陽系の外から来たことが分かったのでしょうか。イーサによると、地球の軌道から4500万 km 以内を回っている小惑星だけでも3万個以上が発見されています。火星や木星まで範囲を広げて未発見のものも含めると、小天体の数はさらに膨れ上がるでしょう。にもかかわらず 3I アトラスが恒星間天体だと分かった理由は、この天体が太陽の重力を振り切るほどの速度を持っているからです。太陽系に存在する惑星や小惑星は太陽の重力に支配されており、太陽の周りを必ず円を描いて回ります。天体の軌道がどれだけ星縁から離れているかを表す数値が軌道離心率と呼ばれるものです。星縁は軌道離心率が0で、そこから離れるほど太陽の重力を受けにくくなっていきます。3I アトラスの軌道離心率はおよそ 6.1 で、太陽の重力の影響をあまり受けていません。発見当時の速度は時速約21万 km から22万 km、ニューヨークから北京までわずか3分で行けるほどの速さです。火星に3000万 km まで接近した後、地球に2億7000万 km まで接近し、10月30日頃に太陽から約2億1000万 km の地点を通過。木星の軌道を横断して太陽系を去っていくと予想されています。現時点では地球を含む他の惑星に危険が及ぶ可能性はありません。その年齢は76億年以上に及ぶと指摘する学者もいます。3I アトラスは太陽系が生まれるはるか前の時代から様々な恒星系をめぐって星の一生を見届けてきた観測者なのかもしれません。3I アトラスの発見からおよそ3ヶ月が経過し、詳しい特徴が少しずつ明らかになっています。しかしその数値はこれまでに観測された2つの恒星間天体と比べて明らかに異常な数値でした。オウムアムア、2017年に発見された初の恒星間天体です。自転に合わせて明るさが10倍も変化することから、赤棒のような細長い構造だと推測されていました。全長はおよそ400メートルで、その長さは幅の10倍に達します。後の研究でパンケーキのような平たい形状である可能性も指摘されましたが、どちらにしてもこれほど奇妙な構造は例がありません。そして最大の謎があまりにも不自然な加速。太陽を通過した後のオウムアムアからは重力だけでは説明できない加速が観測されました。普通の彗星であればガスの噴射によって加速する可能性があります。ところがオウムアムアにはガスの噴射による長い尾が一切見られません。こういった経緯から
小惑星に擬態した地球外文明の宇宙船ではないかという意見も上がりました。2i ボリソフ彗星、2019年に発見された2つ目の恒星間天体。オウムアムアには彗星に見られるはずの特徴が見られませんでしたが、この天体の画像を見ると、核の周りに大量の塵の雲が映っています。これは氷が太陽の熱によって温められ、彗星の表面からガスや塵となって巻き上げられたためです。ボリソフ彗星は観測された恒星間天体の中で彗星であることが最も広く認められています。現在発見されている3つの恒星間天体を比べてみると、3i アトラスの異常性が浮き彫りになります。まずその速さ。いずれも太陽の重力を振り切るほどのスピードを持っているため、普通の彗星よりはるかに速いのですが、中でも 3i アトラスの速さは飛び抜けています。オウムアムアの最高速度は秒速 87.3km ですが、これは太陽に最も接近し、その重力によって最も加速した時の速さです。太陽系に侵入する前の速さを比べると、3i アトラスの速さはオウムアムアの2倍に達します。これは数十億年間も宇宙をさまよい、行く先々で星の重力の影響を受け、加速を繰り返したからだと言われています。次に直径です。オウムアムアと 3i アトラスの大きさはかなり幅がありますが、3i アトラスの推定直径は最大で 5.6km と他を大きく圧倒しています。そして質量ですが、3i アトラスに関しては公的機関でデータが発表されていないようです。ただ、ハーバード大学の教授でもある物理学者アビー・ローブ氏は、この天体が異常に大きいと述べています。一般的な彗星は太陽に近づいていくと氷が熱せられてジェットのように吹き出し、これが推進力となって加速します。ところが 3i アトラスは太陽に近づいているにもかかわらず、今のところそれによる速さの変化はほとんどありません。天体が軽ければ少しの要因でも加速されるため、それが見られない 3i アトラスはかなり重いと考えることができます。ローブ氏が導き出した 3i アトラスの質量は推定330億トン以上。これは他の恒星間天体の質量と比べて3桁から5桁も大きいと彼は述べています。前提にしている観測データがまだ定まっていないため鵜呑みにはできません。しかし現時点での推定値は 3i アトラスがこれまでの恒星間天体の中で異質な天体であることを示しています。3i アトラスの質量に言及したローブ氏は、この天体が知的生命体による人工物だという可能性を考慮するべきとも言っているようです。オウムアムアが発見された時にも同じ主張が飛び交いましたが、今回はオウムアムアよりも不自然な点があります。可能性の一つとして考えておく必要はあると思うので、人工物だとするいくつかの根拠を紹介します。一次資料が見つからない観測データもあるので、しばらくはそれも考慮した上で聞いてください。まずは先ほども指摘した質量の大きさ。初めて 3i アトラスが発見された時、発見時の距離にしてはあまりにも明るすぎたそうです。その光がすべて太陽光の反射によるものと仮定すると、その直径は 20km 以上に達すると言われています。これほどの天体を最初に見つける確率は統計的に考えると1万分の1。そのような偶然が本当にあるのかとローブ氏はいぶかしんでいるようです。彼は 3i アトラスの独特な軌道にも注目しました。まるで太陽系惑星を詳しく調査するように、金星、火星、木星のすぐ近くを通り抜けています。にもかかわらず、地球には接近しないまま太陽の裏側に入り、しばらく人類からは観測できない視覚となります。ただ物理法則に従っているだけの小天体にしては、地球だけを避けるような動きに何らかの意思があるように見える。ローブ氏はこのように考えているのです。
一応断っておきますが、物理学者でもある彼は、こういった考えを好奇心混じりの思考実験であるとも言っています。では NASA の公式見解はどうでしょうか。これは7月21日にハッブル宇宙望遠鏡が撮影した 3i アトラスの最も鮮明な画像です。氷の核から噴き出した塵が後ろに流れて、長い尾になる兆候がはっきりと映っています。周囲にある細長い光は、氷の核から放出された塵の集合体です。これらは紛れもなく、彗星によく見られる特徴の一つだと言われています。さらに太陽に近づいていけば、典型的な彗星の姿へと変わっていくはずです。激しく輝いているため、正確な質量や直径は未だに分かっていません。ただ、太陽の熱が強くなるにつれて、氷の核が塵となって剥がれていくため、質量は減っていくと思われます。彗星なのか小惑星なのか、未だに決着がついていないオームアムアとは違い、3i アトラスは彗星に分類されています。これらはジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が8月に撮影した赤外線画像です。太陽との距離が縮まっていけば、彗星の活動はより活発になっていきます。今後、3i アトラスの姿はさらなる変貌を遂げていくでしょう。とはいえ、観測データが増えるにつれて新たな謎も浮上してきました。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の赤外線画像から一酸化炭素、二酸化炭素、水、水氷が放出されていることが分かりました。それ自体はおかしいことではありません。しかし、普通の彗星と比べて二酸化炭素の量が異常に多いというのです。さらに ESO の望遠鏡の観察によってニッケルという金属の蒸気が混じっていることも指摘されています。彗星は汚れた雪玉と表現されることもあり、その主成分は水です。天の川銀河の中心部からやってきた 3i アトラスは太陽系の彗星とは全く異なる性質を持っているのかもしれません。3i アトラスは観測された彗星の中で最も速い天体の一つであり、探査機を飛ばして追跡することはできません。しかし、地球以外の場所で様々な角度から観察することはできます。ESA が火星で運用しているマーズエクスプレスは、10月3日に 3i アトラスが火星に最接近するタイミングで観測を行う予定です。木星とその衛星に向けて航行している JUICE は、3i アトラスをより詳しく観測できるのではないかと期待されています。木星系に向けて航行中の JUICE は、現在太陽に近い位置にあり、太陽の熱で活発化した 3i アトラスを捉えられるかもしれません。3i アトラスのように太陽系の外からやってくる天体は、恒星間旅行の技術を持たない人類にとって他の恒星系をより深く知るための貴重なサンプルです。2025年の12月初旬には太陽の反対側から現れるので、再び地球からも観測できるようになります。今年中に新たな発見があることを期待して待ちましょう。